美味しくて美しいうなぎ、それだけは絶対に俺が日本で一番だなと思ってる。野田東宝会の創業は明治元年だよね。継いでくんないかって、親父も含めて、周りの人からみんな言われて、で、最初も嫌々だったよ。もともとは日大の法学部に入ったんで、法律家を目指してたわけですから、卒業してから料理の道に入った時は大変でしたよね。で、実力の世界だから、もちろん俺も入った時はだから、すごい人より遅いわけなんで、みんな中卒高卒で料理人になってるわけだから、5年6年のハンデとかがあるわけでしょ。大変だったよね。抜かれたがなかったらもう人の3倍努力するしかないんじゃないのって。技術書ってそういうもんなんだよね。この技を実際見せてお客さんに満足してもらって、それを継承する弟子を作ってっていう、そういうものがあるから。で、うちのやつらは結構大変だと思いますよ。野田屋ののれんに傷つけちゃまずいっていうプレッシャーの中で仕事できないで一流にはなれないんだよね。俺はそう思う。だから自分にも厳しいし、周りにも厳しいよね。がんになって喉頭がんっていうのは味覚障害を起こすのと一緒で、微妙な当たりとかが取れなくなっちゃうんだよ。だから絶対に穴は開けられないし、リハビリは地獄みたいに辛いよっていうのが言われたけど、躊躇なくそっちをやってもらって2ヶ月間でがんセンターから復帰して戻ってきたけど、俺が元気で活躍できることがそのがんセンターの送り出してくれたスタッフの鼻向けにもなるし、それからはもっと料理に打ち込むようになった。自分に妥協しない、もっと上を目指そう。じゃないと俺を助けてくれたドクターとか顔向けできないんじゃないですか。まずうなぎの頭を掴んで包丁を入れますね。これでうなぎを仮死状態にして切り口から一気に尾っぽまで裂いていきます。これでまず2つに分けますね。で、今度は肝を外します。で、この中骨をきれいに一気に外します。包丁を滑らせるようにして、でそれから、うなぎが焦げないようにうなぎの腹身に何本か線を入れて、で今向こう骨を止めますね。ちっちゃい小骨を。次、背びれ尾びれを取ります。で、最後に腹びれでも俺の教え方はあんな感じやらして、手とか足取りね教えるもんじゃないからね。これはいくら伝承させるっつってもさ、断面はこんな感じで、山谷山山谷山。うなぎの形というのは流線形になってるので、これを串打ちによって平らに網刺しという打ち方で打ちますが、これは一般的な打ち方です。これは添え串というんですけど、親串の隣に2本目を止めるっていうのは結構難しいので、やってるお店はなかなかないと思いますね。添え串はなかなか力も技もいるので、次串1本分だけ親串の方に、それによってこうやって引っ張られるので、親串がだいたい一緒。山から谷、谷から山で、また山から谷で、串1本分だけ親串よりもまた尾は厚みが全然ないので、串と同じぐらいの厚みしかありませんから、非常に打ち方は難しいんですが、で普通のうなぎ屋さんだとこれで終わりですが、うちはこれをここから縁側を
さらに詰めて、で串を出方を一緒にして、そうすると長方形仕上がりが綺麗になって、重箱が四角いので四角い重箱に収まった時に綺麗に収まった方がいいから、厚みを持たせるようにうなぎも平らになってる。そうすると温焼きで焼く時にこういうくぼみにタレがたまらないので焦げたりしづらい。これもフラットになってるでしょ。その火の起こし方とか、うちとか備長炭使ってるけど、炭の種類とか、それからうちわの使い方で火力を調節する。備長炭の火力は最大温度で1000度ぐらいあるから、かなり慣れないとちょっとそう、暑いし煙いでしょ。テレビ局の人たち来るとみんなこれにやられちゃうの。うわ、すっげえなっつって。慣れてる。あとは気合だよね。もう慣れと気合でやるしかない。だってうちはほらそっからお客さんはそっから見えるじゃん。熱い顔とかできないもんね。かっこ悪いからね。痩せ我慢してね、笑顔でね挨拶しないと。その涼しい顔してない。これをこのまま一気に焼けちゃうのが関西風の地焼きで、関西風は腹開きだもんね。で関東は背開きで、関西風は牛刀で頭がついてて、で腹開きで、金串で、関東風ってのは今まさにこういうふうにやって、金串じゃなくて竹串で打って、でこう2つに落として竹串で留めて素焼きしてからせいろで蒸して、でもう一回焼くっていう関東です。もうずっと動かしてるでしょ。うなぎを返して返して、で今度は身の方を焼いて、で炭じゃないとこういう星みたいな焼き目ってのはできないんだよね。ガスとか電気じゃ火力が及ばないから。ガスとか電気だともっとボコボコってなっちゃうから。うなぎの種類、氷水、金光、芭蕉というブランドうなぎしか使ってないから、その3つを引っ張ってきてる店ってのもうちだけかな。作ってる人も江部さんのとこで焼いてもらいたいっていうのがこうあるわけですよ。そういうみんなの気持ちに応えたいと思って仕上げは自分でやってんだけど、お客さんそれを期待して食べに来て高い料金を払っていただくんであって、でこういうコロナの中でも来てくれるっていうのはすごいありがたいですよね。お客さんに喜んでもらって、お客さんに認めてもらって。2つずつは食べ比べで、うぐいす1つが単品でお願いします。はい。うなぎも平らになってる。そうすると、温焼きで焼くときにこういうくぼみにタレがたまらないので焦げたりしづらい。これもフラットになってるでしょ。ずっと動かしてるでしょ。うなぎを返して返して。これ団中っていう料理としかないですか。団中さんがまんべん返しっていうふうにこうタイトルつけたんだけどね。あ、そうなんですね。何回も返すのもあるんだけど、まんべんなく焼けるっていう意味で、つけてくれたんだけど、うちわで炭の火力を調節してなるべく焦がさないようにして、うなぎを場所を変えてこう常に、うちわで常に火の加減を調節して、うちわで煙を払ったり火を起こしたり火力を抑えたり炭を灰を洗ったりっていろんな使い方があるんだけど、
美味しくて美しい船木、それだけは絶対に俺が日本で一番だなと思って